今日は竹富島にやってきました。沖縄の原風景が残る集落と白い砂浜の絶景ビーチを巡っていきましょう。天気に大変恵まれて照りつける太陽が眩しい絶好の観光日和です。この動画は4泊5日の石垣島旅行の最終日となります。動画の最後には旅行費用と代役を載せておきますので、ぜひ最後までご覧ください。竹富島は石垣島の離島ターミナルからフェリーで10分少々で行くことができる八重山諸島の島です。人口約360人に対して新型コロナウイルスの影響で観光客が激減する前は年間50万人もの人が訪れていたほど観光業で大変栄えています。石垣島から距離も近くて気軽に沖縄らしさを感じられる観光地ですので、石垣島が初めてという方にもぜひ訪れていただきたいところです。フェリーはだいたい1時間に1本くらい出ていますので、旅行計画もとても立てやすいです。フェリーは安永観光と八重山観光の2社が出していますが、どちらも片道700円ですし、所要時間も変わりませんので、どちらでもお好きな方に乗ってください。私はなんとなくいつも安永観光を利用させていただいております。あっという間の航海を終え、竹富島に上陸です。竹富島に上陸したら港の建物の中で入島料を払いましょう。これは任意なので必ずしも払わなければならないものではありませんが、1人300円と高額ではありませんし、美しい島の自然の保全に使われるとのことなので払いました。入島料を支払えば特製ステッカーももらえますよ。上陸するのは島の北側で、集落までは約1キロほどの距離があります。歩いていくのもありですが、正直港と集落の間の道には何もありませんので、水牛車を運営している会社が出している送迎バスに乗っていくのをお勧めします。竹富島といったら水牛車で集落内を回るのが定番ですね。バスから降りたら早速チケットを買いましょう。歩いて散策する場所は水牛車の中でガイドさんの説明を聞きながら考えれば OK です。はい、行こう。運よく一番前に座ることができました。すごい。牛迫力ありますね。ね、でかい角が立派。すごい、牛が内輪差も考慮してもらってる。確かに。内側これ詰められたらガガガってなる。竹富島の水牛車を運営している会社は2社あります。竹富観光と新田観光です。今私が乗っているのは竹富観光の水牛車ですが、この機会に両社の比較をご紹介します。それぞれの料金と特徴をまとめるとこんな感じです。両方ともレンタルサイクルもあるので、その料金も表示しております。ネットで調べて過去のブログ記事を読んでみると結構値段が変わっているようですので、竹富島に訪れる際には公式ホームページをご確認ください。これは2022年1月時点の公式ホームページの情報です。水牛車の料金は竹富観光が2000円、新田観光が1500円なので、新田観光の方が安いですね。所要時間は竹富観光が25分、新田観光が30分と、ホームページの表示上は新田観光の方が長いようです。ただこれは水牛の気分で結構変わるものなので誤差だと思います。竹富観光と新田観光で水牛車が回るコースが違うようですが、どちらがより良いとかはないので選択する基準にはなりませんね。レンタルサイクルの料金形態にも差があります。竹富観光は1日定額で1000円、新田観光は乗り出し1時間が500円で、以降30分ごとにプラス200円となっております。2時間以内に返却するなら新田観光がお得、それ以上乗るなら竹富観光がお得になります。竹富島の見どころは2時間あれば大体回れるので、新田観光の方がお得になる人の方が多いんじゃないかと思います。しかしこれも誤差の範囲かなと思います。とまあいろいろ話しましたが、どちらにするかでそんなに悩みすぎなくていいと思います。沖縄の原風景の残る集落を水牛車に揺られながらゆっくり流れる時間を過ごすというのはなかなかできない体験です。
値段を見たら新田観光の方がお得そうですが、竹富島に来たら水牛車に乗る、その後レンタルサイクルで見どころを回る、それさえ達成できればどちらを選んでも後悔することはないと思います。ツアーのセットになっていたり、キャンペーンで割引になっていたり、お得に利用する方法もありそうですが、そんなに大きな差ではないので、旅行するときにちょっと調べてみて、目についたらフィーリングで選んでしまって大丈夫です。ちなみに私が竹富観光を選んだ理由は、港に来ていた送迎バスがたまたま空いていたからです。水牛車での観光を終え、さっきまでお尻しか見えていなかった水牛の丘を拝見しに前に回りました。とても愛嬌がある顔をしていますね。ご紹介が遅れましたが、こちらは竹富観光で水牛車を引いているマブヤーくんです。紹介文にはジャニーズ系のイケメンと書かれています。確かに見ているとイケメンのような気がしてきました。マブヤーくんのことが好きすぎて、つい水牛くんの LINE スタンプを買ってしまいました。続きまして竹富観光でそのまま自転車を借りてビーチを巡っていきます。まずはちょっと足を伸ばして IR 浜に向かいます。天気には恵まれていて素晴らしい快晴です。竹富島には高い建物も山もないので空がとても広く見えます。太陽が痛いほど照りつけていますが、それもまた沖縄の醍醐味です。気持ちいい。 IR 浜に続き道はあまり舗装されておらず、地面はガタガタです。自転車では衝撃が直に来るのでかなり走りにくいです。ポケットにスマホを入れていると落としてしまうので気をつけましょう。ちなみにこの映像はインスタ 360-1X2 というカメラを買い物カゴに入れたショルダーバッグに突っ込むという極めて簡易的な固定で撮影しています。買い物カゴの揺れを見ていただければ分かる通り、手ぶれはものすごいはずですが、しっかり手ぶれ補正をしてくれてちゃんと見やすい映像になっていますね。カメラの技術の進歩は素晴らしいです。悪路を抜けてようやく IR 浜に到着しました。誰もいません。独り占めです。この IR 浜は集落から離れていますし、遊泳禁止の浜ですので、観光客は他のビーチと比べるとあまり来ません。しかしビーチ自体はご覧の通り美しく、ぼーっとするには最適です。島の東側に位置していて、竹富島から東側は太平洋しかありませんので、ここから見る日の出は最高らしいです。いつか私も竹富島に宿泊してここからの日の出を拝みたいものです。IR 浜からは対岸に石垣島を見ることができます。こうして見ると石垣島が結構発展しているのが分かりますね。それでは IR 浜を出発して次は海地浜に向かいます。道がガタガタなのは IR 浜に向かうこの道ぐらいで、それ以外の道はちゃんと舗装されていて走りやすいです。海地浜に到着しました。海地浜は竹富島の西側にある星の砂で有名なビーチです。ここも遊泳禁止ですので泳いでいる人はいませんが、何名かの観光客がいます。実は竹富島の見どころは西側に集中しているので、東側にある IR 浜には行かない人が多いようです。白い砂浜と雲、青い海と空、そして照りつける太陽、たまりませんね。
続きまして近土井浜に向かいます。海地浜から近土井浜までは自転車だとすぐに着きます。近土井浜は竹富島唯一の遊泳可能なビーチで、無料で使えるシャワーやトイレ、更衣室がありますので、安心して海水浴を楽しむことができます。飲み物を買うことができる自動販売機やビーチパラソルをレンタルできるショップもありますので、一日中のんびり過ごせそうです。干潮の時間なら海の向こうにもう一つ浜が出現します。今はちょうど干潮なので見えていますね。ここで泳いだら気持ちよさそうですね。昨日までダイビングをしていたので泳ぐのはもういいかと思って水着は置いてきてしまいましたが、持ってくればよかったと後悔しました。次は西桟橋に向かいますが、その途中にあるニーランカントゥーイを見ておこうと思います。何でも海の遥か彼方にあるニライカナイの国から1年に一度神々が船に種もみを積み島に訪れ、人々に五穀豊穣や全ての幸せをもたらしていると信じられているというありがたい石です。それがこちら、パワースポット的な場所だと思います。ただ意外と小さいですね。それでは続きまして西桟橋です。海に向かって105メートルも突き出した桟橋、趣がありますね。桟橋の先端に立って周囲を見渡すとまさに絶景です。今では桟橋としての役目を終えて写真スポットとして愛されています。さて、これで竹富島の外周の見どころは一通り抑えました。お腹も空いてきましたので集落の方にも行ってみようと思います。まずはこちら、お食事処朝日で昼ご飯をいただきます。食べるのはもちろん八重山そばです。ご飯を食べ終わったら自転車を返却して集落を見て回ります。竹富島といえばこの石垣に囲まれた木造平屋の赤い瓦の屋根という構造のいかにも沖縄らしい建物が特徴ですね。さっき水牛車でも見ましたが、せっかく来たからには自分の足でも見て回りたいものです。お、瓦を張る前の屋根がありますね。瓦の下は青い何かが張ってあるんですね。家の周囲は全体に足場が組まれていて、こういう工事現場を見るのはなんか面白いですね。続いてはこちら、なごみの塔です。ここはかつて島を一望できる展望台として人気の観光地だったそうですが、現在では老朽化で塔の上までは登ることができなくなっています。せめて腕を目いっぱい伸ばしてカメラを高い位置に上げて撮影します。塔の高さには及びませんが、竹富島を一望できていい景色ですね。集落の散策を満喫したので、帰りのフェリーの時間までカフェでくつろごうと思います。ここはパーラーガンジュ屋というお店です。炎天下の中、自転車を漕いだり歩いたりしたのですっかり汗をかいてしまいました。とても水分と糖分を求めていたので、つい南国パフェに加えてマンゴージュースまで注文してしまいました。それでは名残惜しいですが、竹富島を出発します。竹富島にはまだ日帰りでしか訪れたことがありませんので、次は一泊して海水浴をしたり、夕日や日の出も見たりしたいと思います。今日は石垣島旅行最終日ですので、竹富島から石垣島に渡ったらそのまま名古屋に帰宅します。ダイビングをしたり、山に登ったり、ビーチを巡ったり、とても濃密な時間を過ごすことができました。やっぱり石垣島は最高ですね。そして気になるお値段ですが、4泊5日3人で約50万円でした。やっぱり宿泊費と飛行機代、ダイビング代が高くつきますね。決して安い金額ではありませんが、
私はお金をかけるところは旅行と決めているので本望です。また来たいです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回もぜひ見てください。